こんにちは、加藤です。今日のお題は油絵初心者の方へというタイトルで、影の考え方、陰影についてお話ししていきたいと思います。いろんな色があるんですけれども、今回は水彩ではなくて油絵を描かれる方を対象とした影の考え方についてお話していきます。デッサンの勉強を終えて、そろそろ油絵を始めたいっていう風に、デッサンの経験を踏まえて油絵をスタートされる方多いと思うんですね。デッサンで学んだ陰影、影と影なんですけれども、陰影を油絵でも応用して絵の具を使うんですけれども、立体表現をするためにデッサンで学んだ陰影を油絵でもうまく活用してというか活かしていきたい、そう考えることが多いと思います。ウニアトリエでも初めての油絵を描いてもらう最初の1枚の時はですね、茶系が多いんですけれども、単色で、陰影でものを捉えてもらう。で、これは一体何なのかよくわかんないですけど、明暗で、茶系の濃淡で、陰影で捉えてもらって、で、その後、その濃淡を崩さないように色彩に置き換えていくっていう風に、単色から色彩へ、有彩色ってことですね。有彩色に単色から、単色って白黒というよりも、茶系とか青系とかそういった単色、一つの色相で最初陰影で描いた上に、色彩に置き換えていくっていうような流れでスタートすることが多いんですけれども、その際に影の表現、陰影の表現をどんな風にしていいのかちょっと戸惑う方がいます。リンゴにしましょうか。リンゴを1個描こうとした時に、この影の部分ですね、この影の部分をどんな風に絵の具で表現していったらいいのかというところをお話していきます。私おすすめするのは、例えばリンゴを描くときに、これ赤いリンゴとしましょう。赤色に対して明るいところはちょっとね、ホワイト混ぜてみる。白。暗いところは黒混ぜてみる。こんな風に、立体表現、明暗で捉えて、そして明るい暗いっていうのを赤いリンゴの場合どうしようかって考えた時にですね、こんな風に考える方多いと思います。で、やってみましょう。教室によってはね、先生によっては黒色は使わない方がいいかなとかね、いう方も結構いると思うんですね。で、私もそういうことをよく言ったりしますが、あえてここでは初心者の方、初めての油絵とかですね、まだ始めて間もない方に対して、明るいところホワイト、暗いところ黒色を使って立体表現してみることをお勧めします。で、この結果を見て覚えてほしいんですね。赤色に対して白黒を使って立体表現したときに、結果絵がね、どんな絵になったかっていうのを見て覚えていってほしいんです。これはね、実際に体験というか経験というか、描いてみて覚えるのが一番身につくと思うので、あえて私はここで最初はですね、困ったらというか、思いつくことが白黒を混ぜるってことだと思うんですけど、これぜひやってみてほしいなと思います。で、その次にですね、これ一応第1段階としておきます。で、次に、私ね、第2段階は、同じように立体表現をする、洋梨にしておきましょうか。洋梨を描こうとしたときに、今度はですね、洋梨だからこれは黄色い色にしましょうかね。黄色い洋梨、黄緑色の洋梨だとして、でこの色に対して明るい暗いっていうところを表現するのに、特に今回この影ですね、影に黒ではなくて黒の代わりに青と茶色を混ぜた、例えばウルトラマリンとバーントアンバー、この2色を混ぜて作った
黒のような、黒に近いような色を影の中に、このベース黄緑なんですけれども、影を表現するためにこの2つを混色してですね、影表現してみてはいかがでしょうか。これ第2弾です。黒色を使うのをやめて、黒の代わりを他の有彩色、これは青系なんですけど、青と茶ですね。茶を混ぜた黒に近い色で、影を表現してみる。こういったのをやってみてはいかがでしょうか。第2弾です。で、この結果、これもまたね、書いて実際にやってみて覚えてほしいんですけど、で、これでやってみて、その次までいっちゃっていいかな。第3弾。経験としての3種類目ですね。またこう絵を同じようにね、こう生物とかで、今度は桃にしましょうか。桃を描くときに、これじゃあピンク色の桃がこう、こんな葉っぱはついてないと思いますけど、はい、桃があるとして、これに対してこう陰影表現、立体表現をしましょうと。で、こういったときに、例えばですね、これピンク色がベースじゃないですか。で、ピンク色に対して影を表現するのに、ここではあえて、ピンクって赤系の白が入ったような色になると思うんですけど、そこに対して補色っていうのは、ちょうど赤の反対側、十二色相関でいう反対側。おさらいしましょうかね。黄色と赤と青が、三原色というのがこうあるとして、ピンク色は赤に近い色なので、ピンク色、この辺ですかね。この辺のちょうど反対。青黄色のなんか緑色っぽい感じの色。ピンク色に対して緑っぽい感じの、もしくはね、青に近い、この辺の色。この辺りの色を影に利用してみてはいかがでしょうか。光が当たってる側がピンク色の場合に、それの補色、ちょうど色相関で反対側にある緑から青にかけてのこの辺の色を影の中に入れてみて、補色を利用して影表現をしてみる。そういったのをこの第3段目。黒色を使うんではなくて、ウルトラマリン、バーントアンバーを混ぜて使うのでもなくて、3段階目としては、補色を利用した影表現っていうのを、提案します。で、皆さんこれそれぞれですね、これ知識として理解するんではなくて、実際に絵の具をこう使って描いてみてですね、どんな違いがあるのかを実感として身に染みてというかですね、やってみてほしいんですね。やってみた上で自分がどう感じるのかっていうのが絵の具の色の勉強につながってきますので、聞くだけじゃなくてぜひ試してみてください。折を見て、これ今度ね、第4弾、5弾の影表現についてもお話していきたいと考えています。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。